今日のタイトルですけれども、裁判員休暇の取り扱いについて留意すべき点はということで、ご質問内容の方を読み上げます。当社の社員が裁判員制度の候補者となり、休暇を取得したい旨の申告がございました。これまで前例はなく、当社では初のケースとなります。休暇の取得にあたり気をつける点について、アドバイスをお願いします。また、その場合、給与から裁判員の日当分を差し引いて支給するなどの対応は必要でしょうかという、ご質問内容になります。まず、第1点目のですね、休暇の取得にあたり気をつける点についてということになりますが、この裁判員休暇についてなんですけども、労働基準法上ですね、第7条においてどのように書かれているかということをご紹介したいと思います。使用者は、労働者が労働時間中に選挙権、その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使、または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。というようにですね、条文上は記載されています。ですので、結論としましてはですね、労働者の方からですね、裁判員休暇に関する請求があった場合は、事業主さんとしては拒否することはできないということになっています。なので、この点をですね、まず、休暇取得にあたってはですね、気をつけていただく必要があるということになります。で、次に、2点目なんですけども、給与から裁判員の日当分を差し引いて支給するなどの対応は必要でしょうかという話についてなんですけども、この点につきましては、実はですね、その休暇について、有給とするか無給とするかという部分については、法的にですね、義務付けられた内容はありません。無給と、ノーワークノーペイですので、無給という取り扱いをしていただいても、それは構わないということになりますが、他のですね、考え方としましては、いわゆる法的な年休、年次有給休暇とは別にですね、特別有給休暇という形でですね、対応する方法論もあろうかと思います。裁判員休暇そのものはですね、そう頻繁に起こり得る話でもないもんですから、例えば特別有給休暇という対応をしたところでですね、ものすごくその休暇日数が全従業員にとってですね、起こり得る話かというとそうではないということから、稀にそういう裁判員というものに該当した場合に、とりあえずそういうような特別有給休暇としての扱いということも、方法論の一つとしてはあろうかと思います。で、またですね、いわゆる法律上の年休を行使する形でですね、対応していただいても、これはご本人の意向によるところにはなりますが、対応していただくというのも一つの方法かと思います。実際にですね、この裁判員という制度ですけども、まず通知そのものはですね、裁判員等選任手続き期日のお知らせということで、裁判所から該当者に書類が届くということになります。その時点では呼び出しというか、その通知内容としましては、まずは裁判員候補者という形でですね、期日にですね、出てきていただくように通知が来るということになります。で、この裁判員候補者の段階では裁判員ではありませんので、その裁判員候補者としてですね、集められた人の中から、実際の裁判員をさらに選ぶという話になります。ですので、裁判員候補者としてですね、最終的に裁判員に、選定されなかった場合は、1日だけ行っていただいて終わるということになりまして、その場合は、1日8000円以内の日当と、あと交通費というものが支払われるという仕組みになっています。また、裁判員候補者の中からですね、正式に裁判員というふうに選定された場合については、後のですね、裁判の全日程に出席することになりますので、この場合は、何日かですね、日数が増えてくるということになります。で、その裁判員に対してのですね、日当としましては、1日1万円以内、プラス交通費というような形でですね、支給が行われると。ですので、例えば先ほどですね、無給にするか、特別有給休暇扱いにするか、あるいは年給というものを行使するかというお話をしましたけれども、特別有給休暇といった場合にですね、対応の考え方としては、例えば、1日分にですね、相当する給与額、該当者の方のですね、給与額、例えば1万5千円と
いう1日あたりの給与の方であったとしましたら、日当ですね、裁判所から支払われる日当、裁判員候補者ということであれば8000円、裁判員ということであれば、例えば1万円という支給が行われた場合には、その差額をですね、支給するというような形で補填するような仕組みの特別有給休暇という仕組みも考えられるところではないかなというふうに思います。ですので、最終的にですね、無給とするか有給とするか、その辺は法的な縛りはありませんので、会社側で考えていただきつつですね、ご対応いただければということになります。で、このような裁判員休暇につきましてもですね、実際にそういったことが起こったときに、会社側への労働者ご本人からの報告含め、その方の取り扱いをどうしていくのかというものをですね、就業規則と裁判員休暇取扱規定というような形でですね、明文化して、そのようなことが起こったときにですね、慌てふためくことのないようにですね、統一的な確実的なですね、取り扱いができるように、ご用意、ご準備いただくとよろしいかと思います。本日の労務相談 Q&A は以上となります。